ご視聴ありがとうございます。どうも、だいだいチャンネルのオレンジです。9月27日、28日の一般デーで東京ゲームショウに行ってきました。今年のゲームショウ出展でオレンジが最も期待していたのがプロジェクトモーターレーシングです。オレンジ目線で実際プレイしてみての感想と気づいた点や今後追加される車種予想などを好き勝手言っていきます。好き勝手言っちゃうってなんかデータとかあるんですか？ないです。走らせてみての第一印象はプロジェクトカーズオートモビリスタ2の精神は確かに受け継がれている。そう思えるぐらい素直な挙動だと感じました。プロジェクトカーズオートモビリスタ2を日頃からプレイしている人ならスピンさせることもなく何の違和感もなくすぐに高い水準で走らせられると思います。出展された筐体で気になったのはコックピット視点でプレイする際画角が現実のステアリングの大きさと全く合わなかったことですが、これは他の視点を選んだ人でも使用しやすくするためだとは思います。描画に関しては度肝を抜かれるほどの超美麗なグラフィックという感じではありませんが、現在リリースされているレースゲームと比較すると十分高水準と言えると思います。まずはマツダ MX-5 を試乗。どのレースゲームにおいてもそうですが、ロードスターは乗っていてとにかく楽しい。基本的な動作はこいつに乗れば大体わかる。そんな一台だと思います。サーボベースのトルクは抑えられていたと思いますので、表現自体がやんわりではありましたが、タイヤから伝わるグリップ感は FFB で伝わってきました。どこまで行けてどこから破綻しだすか、それがステアリングからのインフォメーションでも瞬時に認識できる、そんな FFB ではありました。またプロジェクトカーズやオートモビリスタ2よりも明確に感じられたのが縁石に乗った時の FFB で、縁石に乗っていると明確に感じられる FFB を感じました。クロスプレイをテストする際はまず MX-5 でぜひとも試したいものです。この車でのワンメイクレースをするのが今から待ちきれませんね。ミラーを見て気づきましたが、自分の車体が映り込んでいますね。トレーラー初期段階ではミラーに自分の車体は映ってなかったかと思っていたのですが、いつの頃からか描き出されるようになりましたね。最近アップされたマルチプレイトレーラーなどでは車体にも他車が映り込むシーンが映し出されていました。ただミラーの反射も車体の反射もレイトレーシングではないとは思います。2回目は NSX-GT3 を試乗。コースイン前にレースコンディションなどのインフォメーションを確認することができます。見た感じ、プロジェクトカーズ2オートモビリスタ2の項目にあったものは大体網羅されている感じでしょうか。右下の UI を見てみましょう。ロゴに使用されているようにゴールドをキーカラーとして前面に押し出しているせいか、若干視認性に問題があるようにも感じられますね。シックな色調で個人的には嫌いではないのですけどね。いわゆる円型のタコメーターではないのも引っかかりますが、 UI は切り替えることを示唆する丸がいくつかあるので、馴染みの円型タコメーターもあるのかもしれませんね。NSX-GT3 を走らせてちょっと走りづらいなと思ったのが、打角を必要とするそこそこきつい低速コーナーでドライバーの手が前方を塞いでしまい、グリップが見えない状況に陥る時が多々ありました。肘で前方が見えなくなるレースゲームがあったことを思い出しました。プロジェクトカーズ2オートモビリスタ2にもありましたスピードを上げた時に発生する被写界振動は今回のビルドでは確認できませんでした。また縁石に乗った時、加減速を行った時に発生するカメラの揺れはプロジェクトモーターレーシングでも健在でした。人により好き嫌いはあるとは思いますが、個人的には没入感高揚感が高まるので好きな機能の一つであり、
今回もより効果的な視覚効果として熟成させてもらいたいものです。ここからはプロジェクトカーズオートモビリスタ2好きのオレンジが今後収録されると思われる車種の予想と願望を勝手気ままにしていきます。9月24日に発表されたプロジェクトモーターレーシングのニュースレターでは、予約特典として7台の GTE 車両が追加収録されるとのことで、そのうち5台がご覧のようにバンテージ、2台のコルベット、フォード GT911RSR になります。このラインナップを見て思ったのが、年式は違えど全てプロジェクトカーズオートモビリスタ2に収録されていたものになります。となると、後の2台のうち1台はレースゲーム界で絶対的収録率を誇るメーカーの BMW、その BMW の M8 GTE ではないかと勝手に予想します。こちらはオートモビリスタ2に収録されていました。もう1台は開発初期段階の GT リバイバル時代に投稿動画で何度か顔をちらつかせていたメーカーのフェラーリ、そのフェラーリの 488GTE ではないかと予想します。こちらはプロジェクトカーズ2に収録されていました。根拠も全くない予想というよりももはや願望ですが、現状発表のなかった BMW とフェラーリが収録されたなら M4GT3 と 296GT3 が来ても不思議ではないんじゃないでしょうか。なんということでしょう。下馬評ではずっとコンテンツ不足を危惧されていたプロジェクトモーターレーシングですが、車両不足なんてどこ吹く風じゃないですか。知らんけど。いかがだったでしょうか。今年のゲームショー出展でとにかく一番期待していて最優先で使用したタイトルでした。ここ数年でリリースされるレースゲームとしては久しぶりに心の底からワクワクさせられるタイトルであるプロジェクトモーターレーシング。プロジェクトカーズオートモビリスタ2好きは嫌がおうでも期待してしまいますよね。ゲームショーを見てセガのマーケティング担当の方とお話しする機会をいただきまして、ありがたいことにファクトリードライバープログラムに登録させていただく運びとなりました。発売の11月25日まであとわずか。静かに続報を待つとしよう。そして走った先でまた会おう。